こんにちは、ミッキーです。今回は高輪ゲートウェイシティ特集。これまでもご紹介してきました高輪ゲートウェイシティ。ついに2026年3月のグランドオープンを経て、その最終形態が姿を現しました。過去にも一度ニューマン高輪の誕生のタイミングでご紹介してるんですけども、完全版として楽しめるような屋上の体験をご紹介します。土地の記憶を体感する最新ミュージアムや息を飲むほど美しい絶景テラス、100年先を見据えた食の実験場、そして7月31日までの特別な屋上アフタヌーンティーまで、実際に足を運んだからこそ感動できた、そんな大人の厳選スポットをまとめています。ぜひ参考にして、その屋上体験をいち早くしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずはじめにご紹介しますのは2026年3月に開業しました最注目の複合施設、門高輪。高輪ゲートウェイシティの一番最後に誕生していながらも象徴となりますこちらの施設は正式名称ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブス。外装デザインを手掛けましたのは世界的な建築家の隈研吾氏です。木材を生かしたぬくもりのある作りが街に新しい風景を作っています。ご覧のように早朝、昼間、夕方、夜とまた姿を変えていきますので、訪れるタイミングごとに様々な発見がありそうです。最新のデジタル技術を駆使し、江戸時代の美しい海岸線の様子や日本初の鉄道が走った記憶を展示しています。150年以上歴史を誇るこの土地で過去から未来へと続く物語を味わうことができます。また、門高輪内の展示に関しましては定期的に移り変わっていきますので、ぜひ公式ホームページ等の情報を確認しながら気になる展示がありましたら訪問してみてほしいです。そんな高輪という場所が持つ独自の魅力を五感を使って楽しむことができるこの空間。知的好奇心を刺激する展示の数々は大人の方にこそ訪れてほしいような場所です。洗練された建築と歴史が融合したこの地ならではの体験が待っています。特にご覧のような平日の時間帯は穴場的に使えますので、もし平日休みだったりとかちょっと時間に余裕が生まれたタイミングで訪問してみてほしいです。また意外とこういったスペースで仕事をしている方も多かったようなので、うまく活用することでこの贅沢なスペースを独り占めすることもできるかもしれません。個人として印象的だったのは4階にあります畳というエリア。靴を脱いでくつろげる約100畳の畳のスペース。和の文化とテクノロジーを掛け合わせたユニークな体験を楽しむことができますので、ぜひご訪問の際にはこちらでくつろいでみてほしいです。また今回の訪問では確認していないんですけれども、地下3階から地下1階まではオンライブラリーといいます巨大な本棚もあるようなので、実際に足を運んでみて確認してみてほしいです。さて、そんな門高輪で個人的な注目スポットを2つご紹介。一つは屋上にあります花見テラス。開放的な眺望とともに眼下には5路線の鉄道が走り抜ける迫力のトレインビューが広がります。また門神社といいます高輪ゲートウェイシティをお守りいただく神様を祀る場もありますので、そちらの確認もしてほしいです。そして6階の月見テラスも注目。月見テラスの6階には足湯テラスというものもありますので、足湯をすることもできます。そして月見テラスは江戸時代の海岸線をモチーフにした情緒ある空間。かつての波打ち際を想起させるデザインが高輪の歴史と土地の記憶を今に伝えます。特に夜は美しく、都会の夜景や列車の明かりが足元の水面に優雅に揺らめきます。まさに月の映り込みを体現したような幻想的な輝きに包まれるひとときです。土日は特にこの特徴的な空間に列ができそうなので、なるべく今のうちにご訪問をお勧めしています。さて、そんな門高輪からご紹介しますのは門パークカフェ by スパイラル。エントランスと郊外に隣接した街に開かれたカフェです。生活とアートの融合をテーマに活動するスパイラルが手掛けており、
100年先へ文化をつなぐというビジョンのもと、来館者だけでなく近隣で働く人や暮らす人が文化や散歩の合間に気軽に立ち寄れる場所として設計しています。基本的にはテイクアウトスタイルながら座席数は79席と余裕があり、この広々としたアーティスティックな空間で楽しめます。同施設内にはスパイラルが手掛けるショップが2階にあったり、カフェレストランも3階にあります。それらレストランも組み合わせつつ、ぜひ訪問してみてほしいです。さて、このカフェの看板メニューは、モンの外観をイメージして作られたオリジナルパンスパイラルコロネ。螺旋状のフォルムが個性的で、手に取った瞬間気分が上がるような一品です。今回いただきましたのはアボカドとサーモンのスパイラルコロネ、そしてホットラテ。コロネに関しましては、お食事にぴったりのデリサンドタイプと甘いデザートタイプの2種類から選ぶことができます。例えば美術鑑賞の後に当分チャージがしたくなった場合にはスイーツ系を注文するのもいいかもしれません。Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah.さて、モン高輪の後にご紹介しますのは、高輪ゲートウェイシティ駅を抜けてすぐに現れますニューマン高輪。以前の動画でニューマン高輪に関しましては詳しくご紹介していますので、ぜひともそちらをチェックしてみてほしいです。とはいっても、前回ご紹介した時からまたお店の様子も変わってきておりまして、新店舗も登場していますので、ぜひ今回の動画を参考に改めてご訪問を検討してみてほしいです。ご覧のように緑あふれる空間で、屋内にもかかわらずとても自然を感じることができますので、その写真映えするスポットとともにお楽しみください。さて、1軒だけこのニューマン高輪からご紹介。こちらはソーコーヒーロースターズという素材とストーリーにこだわったロースタリーカフェ。ニューマン高輪サウスの4階にあります。世界中の顔の見える生産者から直接調達したコーヒー豆や茶葉を使い、丁寧に入れられますドリンクと旬の素材を生かしたペイストリーを提供しています。From Seed to Cup、 つまり種からカップまでという哲学を大切にし、味わいだけではなくて背景のストーリーも楽しめるようなカフェです。店内は温かみのある木の素材とナチュラルな色調で統一され、季節ごとのドリンクやペイストリーの香りが漂います。店内ではバリスタさんが目の前でドリンクを仕上げてくれるようなカウンターもあったり、コーヒーの香りや抽出のプロセスを楽しめたり、そんな体験型の魅力も溢れています。もちろんコーヒーもこだわりが高くて、たくさんの種類から選ぶことができるんですけれども、紅茶に関しましてもコーヒーと同様に産地にまでこだわった様々な種類を楽しむことができますので、店名のコーヒーという言葉だけにとらわれすぎず、ぜひ紅茶好きな方にも試してみてほしいような、そんな店になっています。また特徴的だったのは、お子様向けのキッズメニューの提供もある点。キッズ向けのベビーチーノだったりとか、ベビーチョコラテ、キッズアップルジュースなんかもありました。高輪ゲートウェイシティは前回の動画でもご紹介したんですけども、ニューマン高輪を中心にお子さん連れでも楽しめるような、そんな生活密着な施設になっているところも特徴的。ぜひ子育てで忙しい方々は息抜きに使っていただく施設としてもおすすめです。またお店に限らずテイクアウト用途でもとても使いやすいので、テイクアウトしていただいて高輪ゲートウェイシティのお気に入りの場所でいただくといった形も個人的にはお勧めしています。なお1点だけ、お会計はキャッシュレス決済のみになっていますので、その点だけご注意ください。こんな形でコンパクトながら素敵なカップに入れていただくことができるんですけども、今回は数あるメニューの中から麹プーアルティーラテ、そしてレッドラテをいただいています。麹プーアルティーラテは独創的な茶ドリンク。麹のふくやかな甘みとプーアル茶の深い香りがラテとして調和し、一口ごとに新しい美味しさを感じる一杯です。レッドラテはビーツを使った赤い植物由来の優しい甘さが特徴。ぜひそちらも試してみてほしいような、そんな一杯になっていました。さて、ここからはもう一つのニューマン高輪ミムレのご紹介です。こちらは2026年3月にオープンした新施設、ザ・リンクピラー2の2階と3階、食のラボラトリーをコンセプトに100年先も続くような持続可能なコミュニティを目指しています。もちろん外観も美しいんですけども、中に入りますと様々な食体験ができますので、グルメ好きな方必見なスポットです。2階の様子は別途ご紹介するんですけども、まずはミムレ全体と3階のご紹介。施設全体としましては、この後2階でご紹介します小川コーヒーラボラトリーと、感性を開き心をつなぎ
かけがえのない未来を創造する探求の場でありますアグリコ×ミムレボタニカルラブだったりとか、ダイアログインザダーク 5-1 イコール無限ラボだったり、食の詰まった3階のスペースで構成されています。3階は卓越した場だと感性が響き合い、日常を深く慈しむきっかけを作る場として展開されています。多種多様な草木が配置され、まるで深山に迷い込んだかのような体験が楽しめます。テラスを渡る風を感じながら、都会にいながら自然との調和を実感できる、そんな空間づくりがされていて、穏やかな時間は日常の忙しさを忘れる心の選択に最適な空間です。またバースペースもありますので、この品川周辺での飲食の後に一息つくための場所としても使えそうです。そしてこちらが印象的な切り株。こんな感じで食の空間でありながらフォトスポットとしても最適な場所が展開されています。続いては小川コーヒーラボラトリー高輪のご紹介。京都に本拠地を置く小川コーヒーが手掛ける小川コーヒーラボラトリー高輪。こちらはニューマン高輪ミムレの2階にオープンした店舗で、なんと約4000平方メートルの広大な空間にファクトリー機能を備えた12のラボラトリーが集結。この2階のフロア全てが小川コーヒーさんの空間になっています。これまでにないコーヒー体験の実験室。とても魅力的な空間で、どこを切り取っても映え空間なんですけども、少し注文と席利用が難しいのが難点。席利用の際には施設内の店員さんに声をかけてワンオーダーが必須になります。オーダーできるメニューも意外と多く、すでにたくさんのメニューをラボラトリーで買ってしまっていると後悔する可能性がありますので、今回ラボラトリー内の様々なメニューをご紹介するんですけども、もしこの中で時間を過ごすことが確定している場合には、まず席についていただいて注文するメニューを吟味。料理が運ばれてくるまでの間にラボラトリー内を散策しつつ、他に気になるものがあれば注文してみる形をお勧めしています。そんな時に注文したメニューが運ばれるまでの時間も店員さんに一声かけていただきますと、ラボラトリー内を散策した後でも料理が冷めずにいただくことができるかもしれません。さて、そんな特徴的な小川コーヒーラボラトリーさん。過去に桜新町のお店だったりとか、下北沢のお店をご紹介してるんですけども、その洗練された空間はそのまま。広さがとても大きくなっていますので、また違った体験として楽しめます。まさに小川コーヒーさんの最終形態とも言えるようなそんな空間です。コーヒーの味わいの先にある体験価値を開き、人と人とがつながる場を育てていく実験室。コーヒーだけでなくて、ベーカリー、ショコラ、ご覧のようなデリカテッセン、ジェラートなど、12のラボラトリーが一つの空間に連なっています。各ラボには理想の数値を名前に関しておりまして、素材が料理へと変わるプロセスを可視化しながら、作り手の思想が立ち上がる瞬間を来場者と共に共有するユニークな設計になっています。単なるカフェにとどまらず、選ぶ、味わう、出会う、体験を通じて日常の暮らしを静かに変えていく場所を目指しています。フェアトレードのコーヒーをはじめ選び抜かれた素材を使用し、生産者とのつながりを大切にしている点にもブランドの姿勢が現れています。今映していますのはチョコレートのラボラトリー。パッケージ一つとってもどの店舗もとても美しくなっていますので、お土産用にもおすすめです。特に贈り物用に少し特別感を感じられるような商品を購入することもできますので、この映像を確認しつつ気になるものがあれば実際に足を運んでみてほしいです。今映していますのは DLC052。週に一度、1年に52回訪れる甘いご褒美の時間。そんな意味を込めたパティスリーの空間です。こだわりの素材から一つ一つ丁寧に仕上げていくスイーツ作りの工程を間近に体験できます。特別な誕生日だったりとか、記念の日にはこちらのペーストリーを購入いただいて、ご自宅で楽しむのもいいかもしれません。続いてご紹介していきますのは、パン013。カンパーニュが発酵する理想温度の13度。そんなラボラトリー名を冠していますこちらの空間は、お店でじっくりと発酵させた自家製酵母と石臼で焼いた小麦を使ったパンでお届けするベーカリー。お店の入り口にも石臼が展示されていまして、おそらくそこで引いていただいた
小麦を使って様々なパンを調理しているようです。クロワッサンや乾パンには焼き上がる香り、注文を受けてからサンドイッチを仕立てていく様子、五感を投じてパンが生まれる時間とともにその美味しさを楽しめるようです。またこのベーカリーの空間に関しましては、テイクアウトを見据えてかこういった携帯可能なドリンクの販売をされていました。とは言っても一般的に販売されているドリンクとはまた一味違っていたので、こちらも購入しつつ高輪ゲートウェイシティの施設内で楽しむのもいいかもしれません。続いてご紹介しますのはジェラートラボ。こちらはマイナス196度の液体窒素で瞬間的に冷却することで質感の変化を一緒に閉じ込め、素材本来の香りや味わいを最大限に引き出す空間。ベースやトッピングは好みに合わせてセレクトでき、仕上がる瞬間を目の前で楽しめるのも魅力の一つです。とは言ってもその組み合わせも初訪問時にはわからないかと思いますので、メニュー表をチェックしていただいて気になるものを注文することをお勧めしています。実際に私も今回はレコメンデーションズの中から注文しています。さて、ここからは席についてコーヒーメニューを注文。コーヒーラボのテーマは92。バリスタさんが一人一人の気分や好みに寄り添い、その日の一杯をご提案。抽出に最適とされています88度から92度の温度帯で丁寧に入れられたコーヒーは豆の個性をクリアに引き出すのが特徴です。世界各地で育まれた豆が焙煎を経てカップに注がれるまでの物語をたどりながら一杯を味わえる体験はここならでは。豆の個性と向き合う知的で豊かなひとときです。また今映しています通り、メニュー表はお手元の QR コードから確認。ここからチェックしていただいて注文するような形になっています。ただモバイルオーダー制ではなかったので、このメニューを確認しつつ店員さんを呼んで注文するスタイルになっています。さて、今回いただきましたのは先ほどちらっとご紹介しましたジェラートラボのトリプルベリーリュージュ。いちご、ブルーベリー、フランボワーズの3種類のベリーをミルクベースで組み合わせた彩り鮮やかな一品でした。そしてコーヒーはハウスブレンド京都のプアオーバーでいただいています。コーヒーに関しましては注がれる豆のセレクトだけでなくて抽出方法も選べます。今回は豆の素材を引き出せるようなプアオーバーを選んでいるんですけれども、他にも様々な特徴がありますので、もし気になる場合には店員さんに相談していただいてお好みの抽出方法で頼んでみてほしいです。続いてはパティスリー朝子岩柳。先ほどご紹介しました小川コーヒーラボラトリーが2階なんですけども、こちらは3階の空間。2015年に東京轟で誕生しましたパティスリーブランドの新店舗がニューマン高輪ミメルのオープンと合わせて誕生しました。シェフパティシエール岩柳朝子さんが自身の名前をブランド名に込めて出店。オープン以来スイーツ好きから熱い支持を集め続けています。ブランドのコンセプトはインスピレーションの始まりはあなた。お客様一人一人の感性や記憶と呼応するような美しさと余韻のあるスイーツ体験を届けることを大切にしています。ご覧のように見た目がとても美しく、お土産用にも最適。旬のフルーツを主役にしたケーキや焼き菓子をはじめ、お菓子や素材のジャンルを超えた芸術作品のようなスイーツが揃います。どれも見た目の美しさと味わいの深さを兼ね備えており、スイーツを通じて新しい感性との出会いをもたらしてくれます。陳列棚やショーケースに美しいスイーツが整然と並ぶ洗練された空間。これらのスイーツを今回この3階の広々としたスペースの中からご自身のお気に入りの場所を探していただいていただくことができます。高輪という土地でも地域に根ざしたケーキ屋でありながら、世界中からここを目指して訪れるようなスペシャルなパティスリーを目指しているとのこと。そんな店舗から今回はクレアセットをいただいています。クレアと言いますのは左手前に映していますシェフのスペシャリテ。レアチーズムースの中に季節の果物とソースを忍ばせ、求肥で包んだスイーツです。またそのペアリングとしましてエチオピアの朝入りコーヒーをチョイス。フルーティーな酸味が心地よく、すっきりとした味わいはクレアとの相性も抜群でした。さて改めましてこちらクレア。濃厚でありながらも上品な口どけのレアチーズムースがとろりと溶け込み、チーズのコクとフルーツの酸味が絶妙に調和。フランボワーズの鮮やかな酸味がパッと広がってきました。
続いては、昨年ニューマン高輪の誕生後すぐに登場しました JW マリオットホテル東京のご紹介。東京に新たなラグジュアリーホテルが誕生。そのホテルがこちら JW マリオットです。洗練された空間と本物のホスピタリティが響き合う上質な滞在体験を提供するラグジュアリーホテル。静けさと華やぎが調和する空間で上質なサービスとともに記憶に残るラグジュアリー体験を作り出しています。さて、今回 JW マリオットホテル東京にて参加しましたのは TWICE のアフタヌーンティーコラボレーションのイベント。今回マリオットボンボイ×TWICE の特別コラボとしましてキャンディードリームが期間限定でスタート。ちょうど先日千駄ヶ谷にあります新国立競技場にてライブが開催されたようなんですけども、その来日と合わせてこのコラボレーションも発表されています。TWICE の世界観を甘く幻想的なキャンディーで表現した今しか体験できないようなスペシャルな企画です。中でも注目は TWICE のアフタヌーンティーセット。今回マリオットボンボイの系列の日本国内6つのホテルにて開催されています様々なアフタヌーンティー、そのお披露目と一部商品のテイスティングをさせていただいています。まずは今回の会場でもあります JW マリオットホテル東京のアフタヌーンティー。こちらは6月1日から7月31日までの開催。価格は1万円です。柔らかなパステルトーンに包まれた TWICE の世界観を映し出すアフタヌーンティー。夏の果実のみずみずしさと繊細なテクスチャーが重なり、軽やかで心ほどけるひとときを演出しています。アプリコットと白桃のムースは滑らかな口どけに、中に忍ばせたコンポートとラズベリーの酸味が優しく調和します。また、ほのかにバラが香りますパステルカラーのショートケーキやビーツとリンゴのムース、スパイシーチキンのリエットを挟み込んだピンクサンドイッチなど、一品一品が丁寧に仕上がっています。続いてはウェスティンホテル東京のアフタヌーンティー。こちらは JW マリオットホテルに比べて少しリーズナブル。とは言っても8400円の提供。スペシャルカクテルがつきますと8900円になっています。もちろん様々な注目のアフタヌーンティーのスイーツだったりとかセイボリーがついているんですけども、印象的だったのは TWG のティーセレクション。ポットでご提供されます8種類の TWG のティーをはじめ、レモンスカッシュやピーチアップルなどのレコメンドドリンク、加えて追加料金いただくことができますスペシャルカクテルも付けつつでいただくことができます。続いては W 大阪のアフタヌーンティー。一つ前にご紹介していましたウェスティンホテルの会期は7月18日から8月30日だったんですけども、この W 大阪は最初にご紹介しました JW マリオットホテル東京と同じく6月1日から7月31日までです。お値段は少し抑えられまして7000円。この宝石箱のような素敵なケースの中でいただくことができます。特にキャンディー状に作られました飴のような細工がとてもこだわりが詰まっているということでございまして、おそらく今回のコンセプトであります TWICE のイメージに合わせているのかなと思っています。続いてはシュラトングランドホテル広島。こちらはお値段6800円で、会期は先ほどの W 大阪だったりとか JW マリオットホテル東京と合わせて6月1日から7月31日までです。価格は6800円。もちろん値段に差はあるんですけども、クオリティはどのホテルでも最高級。この値段の差分に関しましては、おそらくホテルでの宿泊体験と合わさっているかなと思いますので、その場所代として考えていただくのがいいかもしれません。また、この広島のアフタヌーンティーに関しましては、平日と土日祝日で開催されている時間が異なっていますので、その点はご注意ください。続いては、個人的に一番印象的だったザ・リッツ・カールトン大阪のスプレンディードというアフタヌーンティー。こちらの会期は少しずれていまして、6月25日から8月31日。このアフタヌーンティーに関しましては、この見た目もとても美しく印象的でございまして、アフタヌーンティーに関しましても、ビュッフェ形式になっているんですが、写真撮影の時間が設けられています。写真撮影を2時半から2時45分までしていただいて、ビュッフェスタートは2時45分から。また、お子様でも楽しめるような工夫がされていまして、お子様でもいただくことができるところが特徴的なのかなと思いました。一方、平日と休日で少しお値段が異なりますので、その点はご注意ください。そして最後は福岡のザ・リッツ・カールトン。こちらは8800円でいただくことができまして、最も会期が短く、6月15日から7月31日までです。そんな会期の短さがあるんですけれども、提供時間は
最も長く11時半から17時まで、食の宝庫であります福岡の素材も使いつつ、そのこだわりが詰まったアフタヌーンティーが提供されています。いずれのホテルに関しましても、アフタヌーンティー注文の方々を対象に抽選でオリジナルのノベルティの当たりキャンペーンも開催されていますので、ぜひこの機会にお楽しみください。さて、ここからはアフタートーク。ズバリ、高輪ゲートへ行きたくなったというテーマです。晴れて2026年の3月に全面開業しました高輪ゲートウェイシティ。これまでも様々なビルが少しずつオープンしてきまして、昨年はニューマン高輪の様子もお届けしました。そして今回、モン高輪ですとか、ニューマン高輪のミムレが誕生しまして、その前方が明らかになったかなと思っています。今回の映像でご紹介しました通り、見どころはたくさんありますし、個人的な印象としましては、やはりこの広々とした空間の中で、ゆったりと楽しめるところが魅力かなと感じました。都内に様々な施設があるんですけども、特にお子さん連れを中心に楽しめるような空間はそれほど多くないかなと思っています。例えば、新宿や渋谷だったりは、あまりバリアフリーでないかなと思っていますし、居心地がいい空間かなと思うと、そうではないかなと思います。もちろん、こだわりのお店が多いので、お店に入りますと、結構高いかなと感じることもあるかと思いますけれども、それでもぜひ訪問してほしいのが高輪ゲートウェイシティです。一方でフリーで楽しめるような空間もたくさんありますので、ぜひご家族やお友達、恋人と一緒に訪問しまして、お気に入りの写真もたくさん撮ってみてほしいです。また、今回の動画に関しましても、過去にご紹介しましたニューマン高輪の動画と合わせますと、より楽しめるかと思いますので、そちらもぜひ参考にしてほしいです。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムの方では最新の情報もお届けしていますので、よかったらそちらのフォローもお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。